今回はですね、視聴者さんからおこの奈良県の吉野にあるはい道を調べてほしいという依なるほど。頼がありまして、本当に吉野に育てられた男と勝手に自分で呼んでおります。ここですね。ああ、この向橋っていうそうですね。こ橋こは有名なところはいですね。下にね水没した国道がね水没した国道がある。旧道の国道が水没してるんでめちゃくちゃ、はい一般の人もねインスタ映えするんでよく撮ってるんですけど、はい。169号を走ってる時にここに休憩がてら止まった時に見た時にたまたま渇水しているダム湖を見て、対岸のこの辺りに対岸なんですよ。対岸にちょっと気になる構造物というかトンネルっぽいなっていうそういうものを見つけたので、こっちならまだわかるんですよね。そうですよね旧道があるから旧道で沢渡ってるからうまいんですよね確実に旧道関係ないしなこれっていう、っていうのがあって行きようがないのでそうですね。依頼するしかないですよね。いやよろしくお願いします。頑張ります。ちょうどね大滝ダムが見えてきました。やっぱこの大きいですね。狭い道から急にドーンってダムが立ち上がるのやっぱりダムはかっこいいよなっていうのと、かっこいい本当でも水位低いですね。低いんですよ。めちゃくちゃいろいろ出てきますね。そうなんですよ。ダム湖の周りは道路ネタの方向ですからね。全てがそのダムを作るっていう目的のために一斉に付け替えられてるので、そういうのも含めて面白い。あの橋もちょろっと見えるんですけど、あんなに高い位置にあるんだっていう、なかなか当時してもいい橋ですよ。あんな高さあったらね。そうですよね。すごいな。これは昔の橋ですもんね。そうですね。昔の国道で対岸に渡ってた橋ですね。いやいよいよ現場の近くまで来ましたけども、そうですね。旧国道が一望できててっていう、特にカーブから先がねよく水没してるんで、あそこからダム湖にダーって沈んでいくので、よくインスタとかでよく水位低いとやっぱ橋脚も出るんですけど、古い橋脚も今日はもう全部下まで見えてるので、すごい旧道日和です。旧道日和ですね。もう見えてきてるんですけど、あの穴なんです。うわあれ、うわ何ですか。あれこれはすごい難易度が高いですね。いや、そもそも手前の国道はずっとこっちにがっつりあるので、この国道とは直接はつながってないし、であれがもしトンネルだとして山にまっすぐ突っ込んでるので、普通はこう出っ張りをキュッてショートカットするとかね、そういう人が通るのはそうなので、あれがこの川に対して何がどうっていうのがもうまず取っかかりがそもそも緑のラインがあの位置なので、多分ある程度の年数水中ですよね。そうですよね。木よりも下にあるので、そうですよね。なのでこの異常渇水でようやく気づいたんではないかという気がします。いけそうですね。よいしょっと。この石の辺は多分割と大丈夫でした。でここだけ崩れた石が積んでるので、ちょっと慎重に止まると滑り出すのでやばい。はい、暑い。いやおいおい。降りれた。そして目の前には旧道の橋もありますから、なかなか見どころ満載ですね。こことか多分回収しないで本当に当時のままの橋台じゃないかと思います。完全にこっちは水面下だからもう分かんないですね。固定の泥みたいなものでカッチカチになってるので、このただのダム湖としかもう分かんない踏み加減ですね。これはこれ石垣しっかりしてるから、やっぱり畑とかじゃないちゃんとしたものかな。いよいよもう目の前なんですけど、この沢渡ったちょっと隠れてる、そうです。多分あれが端っこ見えてるんじゃないかなと思うんですけど。よいしょよいしょ。ちょっと高く巻いてあそこがどういけるかですね。
一旦上側に上がって降りてくるの高巻き、逆に一旦川の方向とか下側に降りて上がってくるの下巻きって言うんですけど、はいはい。下巻きして失敗すると戻るのめんどくさいんで、基本的には高巻きしてはい頑張って降りた方が楽というか手戻し少なめだと思います。これは宗派があるのでどちらでもいいんですが、宗派なんだ自分はとりあえず一旦高巻きして様子見る派です。登ったんだから降りれるだろうはあるんだけど、降りたけど登れないはあるんですよ。はいはい。体力とか斜面とかいろいろで、まあ高巻きで多分いけそうですね、はいこれなら。いよいよ近づきましたが、おっ、本当これ行き止まりです。ここまで来たのに。塞がったというよりはなんか泥が染み出しただけっぽいので、もともと沿道があったけど何か上から土砂がバーってきたというよりは、もうここはもう普通に掘ってない感じがしますね。ただ入り口に柱みたいにモルタルで石組んであるので、何らかの大事にされたものであることは確かだと思うんですよ。単にくぼみがありましたではないと思うんで、わざとここを削り倒してくり抜いて、で多分崩れすぎたか何か見た目の問題でこっち側石垣を軽く組んでセメントで固めてるので。お地蔵さんみたいなものああいう位置に置かないですかねっていう。置く可能性だからはあるかもしそうですね、れないですね。妙に岩なりになんとなく丸みがある曲線があるので、他は普通に削ってあそこだけちょっと丁寧に削った上に下はちょっと持ってるのか削らずに置いてるのか。でもここにする理由が思い当たらないんですよね。ちょっと自分だけパパッと見に行ってきますね。いや、お待たせしました。結構ここ石はほとんど安心できるんで、落ちは深いところ以外はほぼ大丈夫です。はい。これちょうどその祠っぽいものの今真後ろにいるんですよね。であ多分この真ん中は自然の地形だと思うんですよ。妙に横が崖が綺麗に崖で、他のとこはもっとちぐはぐしてるのに、後ろを見るとこうなんですよ。木は等間隔、太さは順に揃ってる、はで切った木はあそこに寝かしてある。例えばここで木を切るじゃないですか。ここに落としてくると勝手にここから川にドボンって降りて、川に適度な貯水池っていうかその溜まり場があったらそこで結んでいかだで昔は流してたので、はいいわゆるすごく原始的なインクライン、いわゆる産業道路ですね。ここは多分すごく石が頑丈すぎはいてそうならなかったんだけど、逆に言うとここって一番安全地帯なので、もしかすると例えばここで木を落とすんだけどここが安全地帯、なんか行くぞって言った時にみんなが一旦あそこに退避して、何本か落とした時にわーって出て行って川でくくれば作業詰め所とも言えるし、で例えばもしあそこに仏像でかお地蔵さんがあった場合、集落のじゃなくて林業の人たちの安全祈願にあそこにそういう拝むものがあってもおかしくない。だとしたらくり抜いた位置にあることにも意味があるし、つじつまが合うんですよ。ちょっとまだ裏取りを一つもしてないんですけど、分かる人に当たることを言うしかないです。これが何かをちょっと今調べてまして。僕も何かなと思って。ああ、そうですか。はい、勝手に防空壕とか言うとったんです。ああ、なるほど。火薬庫が何かやって聞いたことありますけどね。昔はこの辺でマンガンとかを掘ってましたんですよ。ああ、そうですね。なるほど。だからそういうとこに使うたんじゃないかなと想定はできますけどね。なるほど。マンガン掘った後。マンガンの採掘のなんかそこから地底に入っていたとかそういう感じの穴っていうことでしょうか。そう聞いてますよ。だから掘ってみたけどダメだったみたいな感じですか。違いますか。ああ、なるほどなるほど。
この辺り穴1個しかない感じですかね。何個も1個しかない。はいはい。金属鉱山の試掘の掘り方と違う、まず地質がすごくもろもろのとこから掘るので、そして2メートルぐらい掘ってもう諦めてるっていう、そのあまりにも早すぎるので、本当に多分この辺でマンガン取れたっていう昔の話とただただ何かわからない穴がひっついてるんじゃないかなっていう感じがします。バチッとこれですっていう結論までは至らなかったんですけども、いいとこまで絞り込んでたかなっていうところで、まずそれ報告したいと思うんですね。一つは、あのあたりも含めて、吉野林業っていうすごい大規模な林業をやってる仕組みだったので、本当にあそこから落としたんであろうっていうのは確かなんですけども、そんなちょっと避難小屋作るみたいな世界じゃなくても、山小屋建てて何人もが泊まり込みで作業するみたいな世界らしかったので、あの穴自体がちょっと林業ではなさそうだなっていう確率がだいぶ高いと。で、自分の中でこれだなっていう角度の高い読みなんですけど、マンガン鉱山の資材を置いてたんじゃないかと。もともとあそこですね、昭和の初期と、あと戦後の30年代に、マンガン鉱山、ちっちゃいところがいっぱい開発されてたんですね。あそこのマンガン鉱山でもっと山の上の方とか中腹にあるので、あんな川沿いにないだろうみたいな予測をしていたんですけども、なぜあの位置かっていう時に、沢沿いに川があったと思うんですけども、林業の方々も皆さん、沢から向こうは違う集落の共有林だっていう言い方をしてて、なので、あそこの角っこに資材置き場があれば、こっからが今我々が鉱山やってるとこだよって言っても分かりやすい。補強にセメントが入ってたので、セメントって大正時代ぐらいから流行り出すので、普及するとしたら昭和の初めとかなんですけども、なのでそう考えると、古い掘り方してる割にセメントで補強が入るっていう意味でも、戦前の方のマンガン鉱の何かの施設だったっていうニュアンスとしてもちょっと合うかなっていう。さらには吉野川の辺でこういう感じで岩盤掘って倉庫にしてるっていうところが他にもあるみたいなので、そういう意味では掘り込みやすい岩ではあるような、見ての通り、硬い割にちょっと割れ目が入ってる感じなので、鉱山の資材置き場が一番ピタッと合うんじゃないかな。